こんにちは、まずくです。今回は久々の魔法使いが住む島スリーピー島でホテル作りです。一部屋ずつ決まっているテーマに島のコンセプトファンタジーを組み合わせて VIP を除く全8部屋レイアウトしていきます。それでは早速始めていきます。どうぞ。1号室は海沿いの部屋がテーマです。ここにファンタジーを組み合わせます。まずは壁床から。海が見える壁紙に柄物と乾板の床でファンタジー感を出しました。次は窓木です。島でも使用しているマイデザインを窓に貼り、仕切り壁を少し手前に置いて奥行きを出しています。では家具を置いていきます。ホテルに必要最低限な家具は置きつつテーマに合わせます。ちなみに間取りはホテルなのでいつもよりシンプルにしました。窓木で高さのバランスが取れない分、背の高い家具を壁沿いに並べていきます。今回は海沿いがテーマなので、青色の家具や色あせたリメイク、木箱などのシャビーなイメージの家具を置いていってます。そこにファンタジーを組み合わせるんですけど、この部屋だと柄物をたくさん取り入れたり、大きい貝殻なんかも転がしたりしてファンタジーに寄せました。あとどうしてもファンタジー家具が少ないので現実寄りな家具も取り入れてるんですけど、そこは色味や素材感でなるべくカバーしています。次は小物です。スリーピー島の島作りが終わったあたりから物量多めのレイアウトにはまりまして、そこからファンタジー以外のジャンルは作ることがあったんですけど、なかなかファンタジーは作る機会がなかったので、今回このホテルで物量多めレイアウトができてすごい楽しかったです。早速この部屋でも多めになってます。こうやって見ると特にファンタジーは物量多めと相性がいい気がします。ということで1号室海沿いの部屋は完成です。2号室は和風な部屋かモダンな部屋かを選べて、今回は和風な部屋にしました。もちろんそこにファンタジーを組み合わせます。まずは壁床から。壁床はファンタジーに寄せて和風は使わずに行くことにしました。次は間取りです。入り口から靴を脱いで上がれた方が和風っぽいので、畳を敷いてウッドタイルで小上がりをイメージしました。柱が見えるところにあるとさらに和風っぽくなる気がします。こんな感じで壁床に和風を取り入れなかった分、他で和風っぽさを取り入れました。では家具を置いていきます。仕切り壁は壁掛け家具を飾れないので、手前には背の高い家具を配置して壁の面積を減らします。そして全体的にダークブラウンとグリーンを使って色の組み合わせで和風に近づけました。ただこの組み合わせで難しかったのが、組み合わせる家具によってはオリエンタルになってしまうことです。和風とファンタジーなのでそこのバランスが難しかったんですけど、1号室とは逆で柄物を減らすとなんとか和風の範囲内に収まりました。和風は和風でも葉っぱとか苔がついた家具だと柄物を減らしても問題なくファンタジーに寄せることができた気がします。あとやっぱり大事なのは木箱や壺類です。 RPG だと絶対と言っていいほど宿に壺があって割ると中からアイテムが手に入ります。
その他の小物に関しては部屋のベースが和風寄りにできたので、ファンタジーに寄せたものをメインに飾っていきました。異色の組み合わせでも色使いや押さえておくべきポイントを取り入れるだけでなんとかまとめられるかと思います。ということで2号室和風な部屋は完成です。3号室はナチュラルな部屋とカントリーな部屋が選べて、今回はカントリーな部屋にしました。まずは壁床からベージュブラウン系で作っていきます。次は間取りです。ドデンと真ん中にふかふかのベッドが来てほしいのでシンメトリーな間取りにします。シンメトリーにするとホテルのイメージに近づくので、今回のお部屋作りはシンメトリーな間取りが多めです。では家具を置いていきます。今回はカントリーシリーズに加えて相性のいいパッチワークシリーズを取り入れました。カントリーなテーマ自体がファンタジーの世界にあっても違和感のないテーマではあるので一番考えやすかったです。ただ普通にカントリーな部屋を作るだけではいかないので、少しずつ違和感を取り入れていきます。基本的にベースはカントリー系。ここがブレるとまとまりがなくなってしまうので気をつけるポイントです。なので小物や天井、壁で取り入れます。違和感というのは現実では置かなさそうな家具のことです。それを部屋の雰囲気に合うけどちょっと違和感を感じる程度に入れていきます。あと壁床やカントリーシリーズがきれいめな家具なので、木箱や壺など素朴なものを入れるとファンタジーっぽくなる気がします。そして今回の部屋は物量に対して壁の面積が広く空いているので、壁はなるべく空間を埋められるように飾っていきます。ということで3号室カントリーな部屋は完成です。4号室はキッズな部屋か夢かわな部屋を選べて、今回は夢かわな部屋にしました。ファンタジーも組み合わせて作っていきます。正直このテーマが一番難しかったです。そのままの夢かわのイメージだと雲とかユニコーンとかふわふわで可愛い感じなので、あつ森で言うとキュートシリーズや夢かわシリーズになるかと思うんですけど、それだと現実的なデザインが多かったので今回は考え方を変えました。夢かわテーマにファンタジーを取り入れるのではなく、ファンタジーの世界に夢かわというジャンルがあったらどんな感じかって考えました。となると夢かわの色味はファンタジーでも合うので、ピンクと紫ベースで部屋を作り、使用する家具はファンタジーでの夢かわイコール貝殻シリーズと置き換えて飾っています。現実の夢かわほどふわふわはしていないけど、ファンタジー世界での夢かわと考えると問題なさそうです。可愛い魔法使いたちの間で流行っていてほしいなと思いました。あと動画では割愛しているんですけど、この考え方にたどり着くまで正直何回も作り直しました。結果今回の部屋作りの中で一番お気に入りです。
ということで4号室夢川の部屋は完成です。5号室は高層階の部屋かダイナーの部屋かを選べて、今回は高層階の部屋を選びました。ここにファンタジーを組み合わせます。まずは壁床から。5号室はファンタジーでの高層階ということで、空にある中庭という設定です。壁も床も空にしたので、歩く場所をマイデザインを使って作っていきます。手前は歩く場所、奥のタイルはオブジェがある場所として作りました。そして屋外の壁床なので、もう少し建物らしくするために柱もところどころ設置。壁と床との境目が直角で気になるので、チックオールステッカーで柵を作ってなじませます。では家具を置いていきます。壁や床などで高層階は表現できたので、家具はファンタジーなものを中心に置いていき、オブジェを作ります。アップデートが追加されたゼグダコラボも使ってみました。そしてリアリティを出すために蝶々のかぐみ垣を小さな葉っぱの前デザインに変えて、ファンタジー虫も飛ばしておきました。苔の道をなじませるために落ち葉や光苔の岩も置いていきます。 3B 棟では光苔のあるところに埴輪たちが現れる設定なので、グレーの埴輪たちを3つ出現させます。ではここからはもう少し豪華に、そして中庭という設定を部屋の中でも違和感のないように調整していきます。最後に色味も調整して全体のバランスを整えたら、これで5号室高層階の部屋は完成です。6号室はロッチな部屋か和風レトロな部屋かを選べて、今回はロッチな部屋を選びました。ファンタジーも組み合わせて作っていきます。まずは壁床です。アクセントの石とアートな寄せ木細工の床でファンタジー感を出しました。この部屋は客室ではなく朝食が食べられるダイニングを作ります。では家具を置いていきます。奥の壁沿いは厨房を作り、仕切り壁前がイートインスペースです。今回はバイキング形式にするので、カウンターを仕切り壁の左右に並べました。家具はあったかい木の色に加えてランダムストーンの壁と合わせたリメイクも取り入れています。そこにファンタジーっぽさを出すためにたくさんのドレープやマイデザインのラタンに変えた提灯セットなんかも飾ったりしてみました。そしてイートインスペースは椅子を時々向きを変えたり、テーブルから半マス距離を取ったりして、さっきまでお客さんがいたかのように配置していきます。ロッジとファンタジーに合わせて全体的に素朴なイメージの家具を使いました。次は小物です。食べ物はバイキングなので
大量に入っているものに加えて部屋の色味や雰囲気のあるものを使っていきます。同じ家具でも向きを変えておけば動きが出るのでおすすめです。壁は床に置いた物料と合わせてたくさん飾っていきます。ただいろんな種類を使いすぎるとかえって揃わなくなってしまったり、注目してほしい部屋の全体よりも壁に目がいってしまう場合があるので、種類は絞って数だけ調整しました。ということで6号室ロッチの部屋は完成です。7号室はオリエンタルな部屋か氷の部屋かを選べて、今回は氷の部屋を選びました。ここにファンタジーを組み合わせます。氷の部屋がそもそも現実に馴染みのないものなので、今回作った中で一番ファンタジーと親和性があった気がします。では家具を置いていきます。氷のベッドのボックス感が可愛かったので、柱やカウンターを使って埋め込む形にしてみました。そこにファンタジーっぽくなる豪華な家具や異国感のある家具を組み合わせて、吊り下がる光動きはつららに見立てています。ベッドで高さが出せない分、大きめの照明や壁掛け家具で空間を埋めました。水色リメイクのフラワーシェードのスコンスは冷たい光で明るくできたので、家具の後ろに設置しておきます。そしてベッドを囲った柱が単調なので、氷の柱とモロッカーなランプで変化を出しました。では冷たい色のリメイクで豪華な印象の家具をどんどん飾っていきます。ちなみにスリーピー島の構想段階では氷のエリアも作る予定だったんですけど、土地の広さの関係で作ることができなかったので、今回ホテルではあるんですけど作ってみてよりリベンジしたくなりました。いつか何年後かをテーマにしたスリーピー島2も作りたいなと考えているので、今からすごく楽しみです。ということで7号室氷の部屋は完成です。8号室はゴージャスな部屋かアンティークな部屋かを選べて、今回はゴージャスな部屋を選びました。ここにファンタジーを組み合わせます。まずは壁床から。赤色の部屋だけまだ作っていなかったので、赤をテーマに組み合わせました。では家具を置いていきます。窓からの景色がいいのでベッドは窓付近に。ゴージャスがテーマなので豪華で高級そうな家具をメインに飾っていきます。普段はゴールドとシルバーを組み合わせることはあまりないんですけど、今回はどうしても海賊の壁紙を使いたかったので、ドレープの装飾に合わせてラグで取り入れました。そのままエレガントシリーズなんかもゴールドを使っても良さそうだったんですけど、あまりにも豪華で少しくどかったので、壁と床のベース以外はシルバーを取り入れています。こんな感じで何色か使いたいときは壁や床のベースに1色、家具でもう1色というように使うとバランスが取れるかと思います。さらに部屋に対して派手な色や
指定家具などでどうしてもその色を使わないといけない時などは、左右対称に配置するか部屋の中央に配置すると目線が分散せず全体を見ることができるので、簡単にバランスよく見せることができます。ということで、赤い小花柄の壁紙の方が木のフレームがあることで全体がまとまる気がしたので変更し、これで8号室ゴージャスな部屋は完成です。いかがでしたでしょうか。今回は魔法使いが住む島スリーピー島のホテル作りをしてみました。物量多めなレイアウトにはまってから初のファンタジーテーマだったのと、一部屋一部屋最初からテーマが決まっているので、島ではやらなかったファンタジーな部屋作りができてすごく楽しかったです。ぜひどのお部屋に泊まりたいかコメントで教えてもらえると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。